こんにちは。今回は駐在シリーズでアムステルダムの近郊の都市への地方都市への小旅行について紹介します。まずそもそもオランダってどこ、アムステルダムってどこっていう方には、別途アムステルダムのホテルの動画で基本情報については紹介しているので、ぜひ見てみてください。私のオフィスがアムステルダムにあってるんですが、ほぼほぼドイツのオフィスに行くことが多くて、いつも基本はルフトハンザを使って飛んでました。あと COVID 以前は毎週末ヨーロッパ圏内の近くのオランダの近くの国に飛んでいたので、ほぼ1週間7日あれば6日間はオランダではない国に滞在していたことの方が多かったです。でもそれが苦にならなかった理由で、かつ私がオランダを一番好きなところは、アムステルダムからだと他の国へのアクセスがいいことと、市内からスキポール空港へのアクセスがすごくいいことです。なので、オランダに住みつつ全くオランダについて知らない状態だったんですけど、オランダ人の友人にそれだともったいないよって言われたので、週末だったり、平日仕事が終わった後を利用して、アムステルダムからちょっと行った郊外で行けるので、それぞれの地方都市について魅力を紹介していきたいと思います。それではアムステルダムを起点に近い都市から紹介していきます。ハーグやロッテルダムは紹介され尽くされてそうなので、そこそこにマイナー都市をメインで見ていきたいと思います。まずはアムステルダムから車で47分、デンハーグです。日本大使館があるので、日本人は絶対行きますね。オランダの事実上の首都で、国際司法裁判所もあります。ハーグスボスにはハウステンボス、オランダの国王住居なんかもあります。日本の長崎のハウステンボスは、このハウステンボス宮殿から来ているんですね。行政の中心で歴史的な建造物が多い一帯はビネンホフと呼ばれます。グローテオフ神道ヤーコブ教会と見どころはちょこちょこあります。都市なので洒落たカフェだったり、ウィリアムズバーグ的な何年か前から日本で流行り始めたような感じのお店も立ち並んでいますし、あとタピオカのお店もあります。次はロッテルダム。アムステルダムからは車で1時間ぐらいの距離です。市内を抜けてウィレム橋という橋からノールデルアイランドという島に渡ることができて、この辺りは島からの景色も街並みも綺麗です。ちなみにウィレム橋って言ったんですが、エラスムス橋かもしれないです。どちらの橋も島に行ける橋です。ちなみに橋といえば、ちょっと前にジェフ・ベゾス、アマゾンの共同創設者ですけど、そのジェフ・ベゾスのために建造された巨大ヨットを通行させるために、コーニングスハーベンという名前の橋を一時的に解体する計画が検討されているみたいなことがニュースで出ていて、これはロッテルダムの橋なんですが、驚いた記憶があります。コーニングスハーベン周辺は水上ボートなどで市内を船から見ることもできれば、あと島から対岸や水辺が見渡せるレストランやカフェで食事やドリンクを楽しむことができて、アムステルダムも運河に囲まれてはいるんですが、また違った楽しみ方をすることができます。市内は観光スポットはいろいろありますが、有名なのは1970年代に建築家ピート・ブロムが設計したキュービックハウスです。ロッテルダムといえば観光スポットで、ユニークなダッチデザインを楽しむことができます。デザイナー建築家さんはこういった奇抜なダッチデザインを目的にオランダに観光される方もいるようです。マルクトハルというフードコートやマーケットが入って住宅と融合したトンネル型の屋内施設も有名です。都市のいいところは、これから紹介する他の地方都市と違って昼も夜も比較的遅くまで動いているところです。フードホールで食べ物を買って街歩きも楽しいと思います。ユトレヒトもオランダの中ではハーグやロッテルダムと比較すると小さいですが大きな都市です。ちなみにアムステルダムからは車で38分ほどです。オランダはどこもそうなんですが、ここも運河沿いにあるレストランなどは雰囲気が素敵で、基本はどこも外れないと思います。ショッピングできる市街地を進んでいくと、
聖マルティン大聖堂のような歴史的な建築物があります。あとはオルゴール博物館、鉄道博物館など博物館の観光スポットが多くて、忘れてはいけないのはミッフィーの故郷だということです。ミッフィー博物館はもちろん、街中にミッフィーが溢れている可愛らしい都市です。信号に捕まってもミッフィーの信号だったら許せてしまいますね。ここからはユトレヒトを起点にどんどん南下してオランダの他の地方都市を紹介していきます。カープセボ線、ユトレヒトから車で29分ほどドライブすると着くんですが、ザ・ケープフォレストといって国立公園でとっても広いです。公園というかまさにフォレストそのもの、森です。この森の中をどんどん歩いていくと、デカープ展望塔という塔の上のラプンツェルに出てくる塔のような建物があって、森から周りを見渡すことができます。上からの景色は基本森なのですが、夕日などはとても綺麗に見ることができます。この塔以外にも森の中に点々と住居のような形の建物が見られました。森の中を散歩する中で途中乗馬する女性とすれ違ったのですが、早足からの駆け足で森を駆け抜けていって、すれ違いざまに挨拶をしてくれる姿が美しかったです。森を馬で自由に駆けられる環境があるっていうのも素敵だなと思いました。南下したり北上したり忙しいんですが、この日は、アメルスフォールトというここから車で15分ほど北上した町へも行き食事をしました。いろいろ見どころはあるのですが、コッペル門などはとても美しいです。あとここはユトレヒトからもアクセスがいいですね。カープセボ線から47分ほど南東にドライブをするとナイメーヘンに着きます。ネイメーヘンとも呼ばれますが、ドイツの国境まで市街地からだいたい7キロとドイツ寄りに位置する町です。広い公園が市街地の近くにあって天気も良かったので、行ったこの日は散歩日和でした。市街地は観光地としても栄えているようで、歴史ある教会からモダンなフローズンヨーグルト屋さんまで広く楽しむことができます。ドイツ国境近くとはいえドイツも広いので1時間半車でかかるんですが、デュッセルドルフも割と簡単にここから行くことができます。デュッセルドルフといえばヨーロッパ最大の日本人街リトル東京があるところで、特に中心であるインマーマン通りは有名ですよね。スフィアベイ漫画カフェというカフェではタピオカも飲むことができて、隣の高木書店では漫画も1冊10ユーロ前後でちょっと高いんですが売っています。もちろん日本食レストランもたくさんあるんですが、この日は気分じゃなかったので韓国料理を夕食で食べました。ちなみにこの日は週末朝から来ていて、ザ・セブンサンデーというカフェで朝食をとって友人とリトル東京に行ったんですが、カフェもリトル東京も結構人が出ていました。デュッセルドルフからオランダに戻りましょう。45分ほどオランダの方向に車を走らせるとルールモントという街があります。ここに行く理由は一つで、デザイナーアウトレットです。アムステルダムからも電車で片道2時間かければ来ることができます。ドイツから近いのでお客さんもドイツから来てる人が多いようです。ハイブランドはだいたいカバーしていて品揃えもいいと思います。人通りは結構多いのですが、私が行った時入場制限はグッチのみでした。ルールモントから41分ほど南へドライブするとあるのがファルケンブルクです。フェアリーのテーマパークや丘の上の定石などいろいろと見どころのある街です。普通に街中を歩いているとレストランが軒並み続いている通りがあって、アムステルダムなど都市では逆にあんまり見かけないのですが、ここでは1人2人とかではなくて何組かの人々が大道芸をやっていました。雰囲気もサーカスというよりかは
童話の中にいる雰囲気を楽しめる街だと思います。ファルケンブルクはオランダ、ドイツ、ベルギーの3国の国境が交わる都市ということもあってか、観光客は多いようです。街の歴史は古くて、採掘洞窟であるフリュウェーレン洞窟、ヘメエンデ洞窟などは見れるようになっていて、特に12月、冬のファルケンブルクは洞窟の中にお店が並ぶ洞窟クリスマスマーケットを楽しめると評判だそうです。ナショナルパークデビーズボス国立公園は広大な公園で、中には妖精がテーマのミニテーマパークやローデルバーンというスーパースライダー、スキーのリフトのようなもので上に上がっては下に急降下する緩やかなバンジージャンプのようなアトラクションなどがあります。スライダーは滑り台とソリを掛け合わせて簡単なジェットコースターにしたみたいな感じで楽しいです。アトラクションも楽しめるのですが、登ると頂上にカフェもあって、お茶やランチも楽しむことができます。美しい街並みに童話のような温かい華やかさがあふれている週末トリップにはぴったりの都市です。最後はオランダ最南端のマーストリヒト。ファルケンブルクからは車で13分と近いです。マーストリヒトはオランダでも歴史の長い町です。マーストリヒト条約という欧州連合、いわゆる EU を定めた条約の名前で、世界史を勉強した人は聞いたことがあると思います。見どころは多いのですが、その一つがセレクシーズ・ドミニカ年、世界で最も美しい書店の10軒の中の一つです。フライトかちょっと読み方自信ないのですが、ベルギーと隣接してるからか、ベルシャンフライのお店がちょこちょこあります。ベルギーもなんですが、ベルシャンフライは結構街中にあって食べ歩きできるので、私はとても好きです。街を歩いていると、聖ファールス教会、聖ヤンス教会、マーストリヒト大学など歴史があって美しい建物が立ち並んでいます。聖ファルス教会はカトリックの大聖堂で、オランダ最古の教会でもあり、人気の観光地になっているようです。マーストリヒトはアムステルダムからも結構離れているので、訪れたのはちょっと前なんですが、モンセニュール・ノーレンス公園の中で周りで花が咲き誇っていたのと、広い公園の中で迷路のような作りで迷ってしまったんですけど、楽しかった記憶があります。ここも公園の中でお城のような建物があったり、動物の銅像がところどころにあったりと、またぜひ行きたいと思います。あとはマーストリヒトアンダーグラウンドと呼ばれる第二次世界大戦大戦中に作られた地下シェルターなんですが、ここも人気のようですね。以上、アムステルダム駐在者おすすめの地方都市への小旅行でした。